ご無沙汰してます。哲司です。2025年上半期絶対抑えるべき掃除機。型落ち含めたお得なベスト3ということで解説をしていきたいと思います。こんな感じやね。で作られてて、カーペットみたいなローラーブラシが回転することによって、家の中にある非常に粒子の細かい粉ゴミをかなり嗅ぎ取ることができるようになったよね。それからロボット掃除機は大体 1g ってことやね。ロボット掃除機は多分71%ぐらいになるよね。 1.5g やったら。これどういうことを言ってるかっていうと、3位はこのダイソンの型落ち含めて引き算の家電選びやね。まず型落ちとはということやねんけど、1、2年前の発売モデルと今年のモデルとの機能差が実感できないレベル、その差は極小ということやね。掃除機については結局吸引力もしくはノズルのモーターの性能にゴミと医療が相関してるんやけど、今流行りのコードレスは結局大量の消費電力を使おうと思ってもバッテリーに制限されるんよね。ってことはバッテリーが強烈にパワーアップしない限り極端な進化は生まれないってことなんよね。で、コードありの掃除機に関しては実は吸引力っていうのは常にちょっとずつ伸びていってて、今最大の吸引力を保有している日立のでいうと、吸い込み仕事率650ワットというすごいパワーを持ち始めてるんよね。ただし、1年前のモデル、2年前のモデル、3年前のモデルと比べて、掃除機に関してはほとんど性能差がないと思ってください。ということで、型落ち含めた引き算の家電選びとはということやねんけど、購入後にその機能の有無で影響が微小なものを引き算するということで、それが中心機能やねんけど、その中心機能のうち必要なものが搭載されている商品を選ぶということでね、それから型落ち含めて安く買うということになります。詳しくはこの動画を見てもらえたらと思うんやけど、要は掃除機を選ぶときに、どの掃除機がどれぐらいゴミ取ってるかって知らないといけないよね。っていうのは、結局、実験動画とかで、フローリングにゴミを置いてこれだけ吸いますって言われても、あんな形でゴミってないのよ。例えば実際のお家で言うと、ハウスダストの本当に粒子の細かい粉ゴミと、それから綿ゴミみたいなのが全部相まってるんよね。って時に自分の家で、つまり我が家で、その掃除機を同じように掃除してみたらどうなるかっていうことを確かめてみないと、少なくとも俺はどれがいいか全然わかんないのよね。なのでどうしたかってことやねんけど、こんな風に平日は毎日ロボット掃除機を動かして、それから週末は一度コードレス掃除機もしくはキャニスター掃除機で掃除しましたってことなんよね。で、どのモデルも最低4回以上は我が家で掃除をして、それぞれゴミ取り量がどうだったかを確かめてったってことなのね。当然日によって多少の差はあれど、傾向は絶対出てくると思ってて。ということで掃除機の種類ってそもそもどうなってたっけってとこからやねんけど、まずキャニスター掃除機ってことで、つまりコードありの掃除機やねん。昔からあるタイプの掃除機。コードが繋がってるから当然やけどもう電気使い放題やからパワーも出し放題なんよ。でもコードレスが流行り始めた時って結局結構な電力でモーターを動かさないと強い吸引力で出せなかったところからバッテリーになってしまったがゆえに、その吸引力発揮できなくなったんよね。そこで出てきたのがダイソン。ダイソンはあのヘッドのところのモーターブラシが独自の発想で作られてて、カーペットみたいなローラーブラシが回転することによって家の中にある非常に粒子の細かい粉ゴミをかなり嗅ぎ取ることができるようになったよね。ブラシだけじゃなくって普通掃除機のヘッドっていうのは自走モーター式って言われてて、国内メーカーの場合はそれはどちらかというとゴミをかき取るということもやねんけど、勝手に前に進んでくれるっていうことをメインにしてたんや。それがダイソンだけは吸引するようにくっつくから掃除するときに重く感じるんやけど、吸着しながらかき取っていくから細かい粉ゴミをかなり取れるんよね。そうすることでバッテリー容量によって電力に制限があったとしても、家の中で取るゴミ取り量の量が多くなってるってことなんよね。というようなところで見ると、種類で言うとキャニスター、それからコードレスで言うとダイソン、それからコードレス他にあるのは国産メーカーの上位モデルやね。おそらく実際使い比べた人ってそんなにたくさんいないと思うんだけど、使い比べてみると、このダイソンとこの国産メーカーって結構差があるんよ。軽くて使いやすそうやねんけども、落とし穴があるってことやね。それから次にコードレスの掃除機の安価版ということで、実はこっちのダイソンとか国産モデルっていうのは、まあ言っても4万円から10万円弱ぐらいまでするんやけど、一方1万円とか2万円で売ってるコードレス掃除機もあるんよ。これが一体どんな感じかよね。それから次にロボット掃除機ということになります。
これらを順番に見ていくと、まず価格帯は一番吸引力が強くてゴミ取り量も強いキャニスター掃除機2万円ということで非常に安いのよね。で、次、ダイソンのコードレス掃除機。これ、型落ちモデルで言うと、だいたい4万円弱、3.7万円。それから、なんと国産のコードレス掃除機の上位モデルは4万円から5万円ぐらいするんよね。で、この安価モデルは2万円切る。どっちかっていうと1万円台で売ってます。で、最後にロボット掃除機使えるモデル。まあまあ、レーザーセンサーでいいものになると2.5万円ぐらいになるってことだね。一番安いやつで言うと1万円ぐらい。雨降ったら結局おかん。それぞれの掃除機を我が家で使い比べた結果、こんな感じやねんけど、で、結果どうなったかっていうと、こんな風にゴミを実際全部撮って写真に撮って、実際何グラムだったかっていうのを全部記録してったんやけど、4回以上平均で見ていくと、キャニスターが 2.1 グラム。さっきみたいに毎日ロボット掃除機走らした上で週末1回だけやからね。これ、ロボット掃除機を走らせずに計測してた時もあるんやけど、その時で言うと大体4グラム取ってた。ということで、この数字は、毎日ロボット掃除機を走らせて、週末にキャニスターもしくはコードレス掃除機で掃除をした時のゴミ取り量がどうだったか、4回以上ものの平均で見たらどうかってことやねんけど、ダイソンで言うと 1.8g。それから国産の上位モデルはなんと 1.5g やったんよね。吸ってないわけではないし、ヘッドも工夫はされてんねんけど、やっぱりダイソンのヘッドのモーターブラシ、吸着しながらハウスダストを取っていく機構に比べると、やっぱりゴミ取り量はダイソンには勝てないんよね。それからロボット掃除機は大体 1g ってことやね。ロボット掃除機は多分使われたことがある方はわかると思うねんけど、ダストボックスとったら結構なゴミ取り量があるんよ。だから3回4回放っておくと大体満杯になってるっていうぐらい取ってても大体 1g ってことは自動で掃除してくれるんやったら十分やと思うんよね。ということでこれを仮にキャニスター掃除機を 100% とした場合、それぞれ何パーセント掃除してるかっていうのを見ていくんやけど、これが 71% ぐらいになるんよね。 1.5g やったら。これどういうことを言ってるかっていうと、少なくとも15分か20分ぐらい掃除機かける時間があると思うんだけど、それ必死にやって、ああ疲れたよ、結構掃除大変やわって思うねんけど、その時結果作業のうち7割しかゴミ取ってないと思ったらどう？これちょっとないなと思ったんよね。ただしこれはお家が1階2階ってあってキャニスター掃除機毎回持ち上げるのも大変やし、フローリングがメインっていうんであれば全然この国産メーカーでもいいと思う。だけどただマンションで80平米90平米ぐらいで毎日掃除をかけた時これぐらいの差があったっていうことやね。って考えると、どうせ掃除するんやったらしっかりゴミ取ってほしいからっていう話やね。で、コードレス掃除機のこの安価版はどうなのかっていうことやねんけど、これはまだ測ってませんということやね。それからロボット掃除機。ロボット掃除機はだいたいキャニスター掃除機の半分ぐらいやね。というふうに考えると、上に行くほどゴミ取り量が多くて、下に行くほど少ないということになる。で考えると、こんな風に分かれると思ってて、つまり値段は 4.6 万円と一番高いにもかかわらず、取ってるゴミ量はかなり安いキャニスター掃除機の7割しか取ってないよね。これはあくまで我が家での実験やけど、これはちょっとどうかなと思う。というふうに考えると、この多くはないっていうのは、メイン機でいいのかなってことなんよね。なんで俺がおすすめするメイン機は、コード付きのキャニスター掃除機、もしくはコードレスならダイソンということになります。そして、あくまでもメイン機がある中でのサブ機どうすんのかっていう話のところで、コードレスのこの上位モデルはちょっと値段が高すぎる。お金持ち、リッチな方は全然4、5万出せると思うんだけど、俺はちょっと無理やから。って考えると、サブ機はロボット掃除機、もしくはコードレス掃除機の安価版でいいと思うよね。ということで、この辺りの製品、どれが鉄板なのかっていうのを解説していきたいと思うんやけど、このロボット掃除機についてはすでにこちらの動画でベスト4っていうのを解説してるから、こちらを見ていただけたらと思います。こんな感じやね。濡れてはこっちになんねんけど、っていうことと、このロボット掃除機定期的に複数4位やね。4位はこちらのエアラボ P2。ということで今回はメイン機のキャニスター掃除機、それからコードレス掃除機ダイソン、それからサブ機のコードレス掃除機安価版について解説をしていきたいと思います。2025年上半期に抑えるべき鉄板掃除機ベスト3やね。ということでまずキャニスター掃除機紙パックやねんけど、やっぱり紙パック式選んでるっていうのは掃除した後フィルターレスサイクロンであれ、フィルターありサイクロンであれ、ゴミが舞ってしまうっていうのはやっぱり避けた方がいいと思うよね。紙パック掃除機の方が
後ろのモーターで吸引してここに溜め込んでいくから気候がシンプルなんで壊れにくいのよね。で、かつ衛生的っていうところから、キャニスター掃除機については紙パック掃除機のみにしています。ということで並べてみるとこんな感じになってて、パナソニックの最上位モデル、セカンドモデル、それからその下のモデルになってるんやけど、だいたい上位モデルで25,000円とか。キャニスター掃除機については型落ちメリットがほとんどないっていうことやね。この中から鉄板候補を見ていくと、こんな感じになるんよね。まず日立の一番の特徴はこの吸い込み仕事率が 650W、630W ということで、吸い込み仕事率って図で言うとこんな感じになるんやけど、つまり吸い込んだ時のこの入り口の真空度とか、結果ゴミ取り量が一番強くなる吸引力を測る一つの尺度やねんけど、これが600を超えているっていうのは相当なパワーなんよね。パナソニックの方で言うと 580W とか 600W とかになっているということだよね。いずれにしてもこれが鉄板候補ということになります。次にダイソンやねんけど、ダイソンはもうこれは鉄板候補を絞り込んでるんやけど、この2018年に発売されたモデルと2021年のそれぞれが今現行モデルとして売られてるんやけど、吸引力の差はほとんどないよね。V12 と V10 っていう。ただしこっちの V12 に関しては、ダイソンはこんな感じでトリガーが普通やねんけど、こっちはトリガーがないのよね。その代わり値段が高くなってるっていうこと。でも値段差は結構すごいよね。で、こっちの V12 のこのモデルについては、ヘッドライトがついてて、例えばこんな感じでゴミがよく見えるんよ。っていうふうに考えると、ヘッドライトがどうしても欲しいんであれば、この V10 にこれを買ってっていうのも一つの手やね。で、次にコードレス掃除機の安価版やね。通常、5万前後であるコードレス掃除機の中でも1万円から2万円ぐらいの価格になってるんよね。で、それぞれの記載されてるスペックを見ていくとかなり細かいねんけど、どういう差があるかっていうと、まずは紙パック使わないか、紙パックを使うかやね。ただ大体が使わないタイプやねんけど、これサイクロンというより、モーターがあって、ここにフィルターがあって、そのまま吸い込んで、ここがダストボックスになってるっていう、真空でくるくるかき回して、ゴミを分離するっていう意味ではないね。つまりフィルターありサイクロンやね。で、一応全部星が4以上の製品で絞ってはいるんやけど、実際こればっかりは使ってみないとわからへんね。ということではあるんやけど、ベスト3を上げていきたいと思います。まず3位。3位はこのダイソンの V10 フラフィーということで、さっきので見せると、こちらのあくまでもメイン機やね。のコードレスになんねんけど、ゴミ取り量も多くて、37,000円。624レビューで星4というのは非常に評価が高いね。なのでメイン機を買う場合のコードレスダイソンではどの型番かというと、V10 フラフィーとなります。次に2位やね。2位は、紙パック式キャニスター掃除機、日立の CVKP300M ってことやねんけど、これは時折型落ちの方もセールをしたり、現行品の方がセールをしたりするので、両方のモデルを追っておいて、その時にリーズナブルな方を選ぶのがいいと思います。何よりもさっきも言った通り、吸い込み仕事率が国内最強であるということと、さらにヘッドライトもついているということで、多分この掃除機を買って掃除をして、取ってるゴミ取り量以上に取れる掃除機はないと思う。だから一番ゴミを取る掃除機はこれやと思う。ということで、これはあくまでもメイン機のキャニスター掃除機のところの鉄板やね。で、次にやっぱり悩ましいのはこの安価モデルよね。この5モデルある中で、一応2モデルを鉄板候補としてます。というのも、この紙パック式っていうのは実際どうなのか。これは LED もついている。で、アイリス大山やね。この1万円から2万円ぐらいのコードレス掃除機の購入後のレビューを見ると、だいたい吸引力は思ったよりも少なかったっていうのは結構書かれてるんよね。でもそれはもう仕方がないと思うよ。1万から2万でダイソンとか5、6万する上位モデルと同じ吸引力あるっていうのはそれは無理やから。ってことは逆に言うとそれぐらいの吸引力でもサブ機としてちゃんと機能するかをチェックする必要があるよね。俺が思う一番のポイントは、多分このサブ機は毎回外してどっかの押し入れに入れるっていうようなことをせずに、リビングとかにそのままスタンド式で置いておけるかどうかと、置いてたとしてもデザインがいいかどうか。例えば朝ちょっとゴミが気になるところ、例えばペットを飼われてるんであれば、ペットのお家の周りとかってやっぱり毎日別で掃除したりすると思うんだけど、その時にささっと取ってささっと掃除したいよって時に、
リビングにそのまま置いててもデザインとしてまあまあ成立するかどうかと、スティック型でロングでも使えるし、ハンディでも使えるんやけど、使い勝手がいいかどうかね。で、あと、ゴミ捨てるときに紙パックと紙パックじゃなくてフィルターありサイクロンと2種類ある中でどっちが選びやすいかよね。で、一応この候補にしたのは両方ともこれはグレーで割とデザインも良かったし、こっちのモデルもデザインすごく良かった。で、かつこのフェネンシーっていう名前なんかな、聞いたことないねんけど、LED ライトがついてて、ものすごいこの真空度って言って吸引力が強いってことを押しまくってるんよね。これもほんまかなと思って。で、大体この掃除の持ち時間8分って書いてるけど、これ標準とかだったらほとんどあんまりゴミ取らへんと思うよね。だからターボで8分でちゃんと使えるかどうか。これ強力度25分でこれちょっと分かりづらいけど、とはいえこのテネンシーっていうのは電力の残量表示がちゃんと数字で出たりするんよね。これはいいと思う。それはほとんど他のモデルはなかったから。で、デザインもこんな感じで黒じゃなくて変にゴールドが入ってたりするのもちょっと微妙かなと思ったり、これもアイリスやねんけど、下の方がちょっと太くなってるイコールスティック型で使うときに結構重く感じるはずなんよね。みたいなところでこの2商品に絞ってるっていうことで、こんな感じやね。で、この1万円から2万円のモデルのコードレス掃除機はどれを買うべきかっていうのはまた別の動画で解説をしたいと思います。ここでは鉄板候補はこの2モデルであったというところまでやね。ということで最後は1位ということで、1位はパナソニックの MCPJ23G と、PJ22G やね。これも型落ちモデルと現行モデルと同じ値段になってるけど、やっぱりこの口コミ評価もいいよね。4.4 でレビュー評価数も173ある。一番のポイントは吸い込み仕事率もやねんけど、この親子ノズルやね。こんな感じで足でペダルを踏むだけでヘッドが取れるっていうのは、この機構はもうかれこれ20年近く前からパナソニックやってて、この頃この親子ノズルっていうの搭載してない掃除機も増えてきてるのは本当に悲しいお知らせやねんけど、これすごい便利なのよ。ただ多分親子ノズルをつけることでちょっとヘッドが重くなったりして、何でもかんでも軽いのがいいみたいになってる中で、それがネガティブになっていたから搭載してないようやねんけど、でもこれすごい便利なんで、毎回このヘッドを手で取って細かいとこ掃除してっていうんじゃなくて、足でペダル取ってできるのはすごい便利ということで、吸引力も強くて親子ノズルということで1位はパナソニックのキャニスタ掃除機ということになります。ここでお見せした掃除機は鉄板以外も含めて概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひどれを買うべきか検討するときはご活用いただけたらと思います。以上となります。このチャンネルでは鉄板家電生活改善情報について発信していきますので、いいねと思っていただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。